こんにちは、ミミです。モカです。今回は、報復システムを作りました。いつ何時でも、ボタンを押せば報復できるシステムです。なんか物騒だね。名前は RS1、猫の手です。名前あるんだ。私の兵器にこういう名前がつくのは初です。それだけ、防衛の要になる予定です。ってことで、猫の手の概要を説明します。猫の手は、通信システムとミサイルで構成されてます。ミサイルだけでも良さそうだけど、ミサイルをこっそり壊す悪い奴がいるかもしれないじゃん。だから、通信システムで常にミサイルの生存確認をしています。もし、こんな風に返答が返ってこなかったり、報復ボタンが押されると、ミサイル発射です。一方ミサイルは、地形追随飛行をするステルスミサイルです。やたら見た目が膠着臭いね。この形のおかげでステルス性を発揮できます。これもまた近くの村に撃ち込むの？そうだよ。知ってる人も多いと思いますが、私の近くには困った村があるんです。近くを通っただけで攻撃してくるんです。ひどくないですか？これ、蜂の巣じゃん。もうボロボロです。しかも、地雷まで設置してあったんですよ。相当恨まれてるね。エムラップも破壊されちゃったので、放置せざるを得なかったです。別の日には、私の拠点に砲弾が降ってきました。ほんと最悪です。ミミも色々やってるからじゃない？ミサイル撃ち込んでなかった？私のは正当防衛か制裁だよ。ミミ目線ではってこと？客観的に見ても正当です。それに、超重大な情報も入手したよ。これを正当化できるくらいの？そうだよ。なんとあの村、ウサギ狩りをしています。は？これがその証拠です。向こうのウサギが虐殺されています。のウサギ殺すなんてマジ最低。そうだよね。ウサちゃんたちを殺すような奴らには、厳しい制裁が必要です。そうだそうだ。じゃあ、モカも納得してくれたので、システムについてもっと詳しく説明していきます。まず、通信システムはこんな感じになってます。左のがサーバーで、右の3つがクライアントです。クライアントはミサイルランチャーに搭載されてます。で、さっきちょっと説明しましたが、サーバーの役割は全てのクライアントの生存を確認することです。サーバーは定期的に周波数 A を使って、生存確認信号を送ります。赤矢印のことです。それを受け取ったクライアントたちは、周波数 B を使って生存報告信号を返しています。緑矢印のことです。そして、もし生存報告が返ってこなかった場合、クライアントが破壊されたと判断します。この場合、周波数 C を使うことで、報復信号を送り合います。周波数 C に関しては、内容は何でもいいです。なんで？ジャミング対策だよ。周波数 C が使用されているだけで、報復するようになってます。誤作動しそう。でも逆に、A と B に対してはジャミングできるの？まあ、そうだよ。うまいことやれば、クライアントやサーバーになりすますことができるはずです。でもそれは、周波数 A と B を特定できている場合の話です。特定できないの？できなくはないけど、すごく時間がかかるよ。この図は、実際の周波数 A や B の使用時間を表してます。ここで無線を使ってて、その他の時間は使ってません。意外と間隔空いてるんだね。こうするだけで、周波数の特定が大変になります。そんな気はする。ある周波数が使われていないことを確実に確かめるには、最低でもこの長さプラス1キックは監視しないとダメです。だるいね。どれくらい遅らせれんの？通信時間を15キック、通信間隔を250キックとすると、間隔なしの場合より最低17倍特定に時間がかかります。その上ストアの周波数は、アホみたいに候補があります。たくさんあるね。通信間隔なしでも、1本のアンテナで全て調べるのに1年かかります。その上対策してるのか。そういうこと。複数本の傍受アンテナを使っても、高確率で数ヶ月はかかるはずです。しかも相手からすると、通信間隔やクライアント数はわかりません。なら操作盤をこっそりいじった方が早そう。まあ、多分そうだよ。でもランチャー側には、不正操作検知システムがついてます。ランチャーに近づいて、一定時間以内にパスワードを入力できなければ、報復が始まります。まあ、詳しくは後で話します。じゃあ、次はミサイルについて解説します。やっぱ奇抜な見た目だね。この形のおかげでステルス性を発揮できてます。水平方向からはレーダーに映りにくくなってます。赤色の領域です。真下か真上からじゃないとレーダーに映んないね。そうだよ。なので、できる限り低空飛行をすることで、地上からレーダーで探知や迎撃される確率を下げてます。前から出てるレーダーは、そのためのものです。低空飛行してても、山にぶつかりません。スレスレだね。まあね。着弾するときは、一旦上昇してから垂直降下します。なので、座標指定するときに高度の情報はいらないです。今なら迎撃できそう。多分唯一のチャンスです。迎撃しようとしてみたんですが、やっぱり難しいです。防空システムはそもそも反応しないので、手動防空です。今のでも誘導されません。着弾寸前のタイミングならなんとか当てれそうでした。このタイミングで真横なら、ステルス性はないです。ただ、通体がでかいので消滅しないこともあります。そして、弾頭はもちろん核燃料棒です。着弾点から、半径200メートル以内を強く汚染します。
ウサギ狩りの代償にはぴったりだね。その上、ストアの核兵器は、魔法みたいに扱いが容易です。ストアの放射能汚染は数十分で無害化するし、風に流されないし、機密すれば薄い壁で防げます。機密性がある車両なら、近づいてもドアを開けなければ安全です。全部アルファ線かな？それに、これを見てください。汚染された状態で密閉すると、放射線量が不変になります。どういう原理？よくわかりませんが、魔力が密閉されたと考えれば当然です。燃料棒は魔力で熱くなる棒って、こと？そういうこと。これはきっと、魔法の輝きです。なので、放射線って考えるより、対屋外範囲攻撃魔法って考えて運用した方が良さそうです。やたら回りくどい魔法だね。まあ、こういう性質に注意ってことです。あと、着弾点の放射線量はこんな感じです。最大の時には、ハズマットスーツを着ててもダメージを受け始めるくらいには強いです。それでも、ハズマットスーツなら12分、何もなしなら20分で無害になります。意外と短いね。短いとはいえ、ミサイルへの対処として、汚染が進む前に C4 で消し飛ばすというのが考えられます。なので、このミサイルは村のすぐ横の森に着弾させます。そうすれば、ミサイルの捜索は困難になります。映像では、画面中央の先にさっきのミサイルがあるはずです。意外と見えにくいね。捜索している間にダメージを受け始めるし、重機も入れません。探しにくそう。ってことで、実戦配備です。と言っても、このシステムの存在を教えてません。それだと抑止力にはならなくない？やっぱり、一回痛い目を見ないとわかんないと思います。それに、あの村はウサギ狩りをしてるんだよ。確かに、一回早く発射してよ。それじゃただの攻撃じゃん。相手の攻撃をちゃんと待ってから発射しました。これでボタンを押せます。今、すべてのランチャーからミサイルが発射されてます。マップでも、村に3発のミサイルが向かっているのがわかります。いいね。あと、村に向かうミサイルを目視できました。かっこよくないですか？これ、どこに飛んでくんだろうって考えると、ワクワクします。ミサイルの設定したのは耳じゃん。まあそうなんだけどね。着弾の様子を見てみます。来ました。低空飛行してても、ちゃんと墜落せずに到達してます。あの村の技術じゃ迎撃は無理そうだね。相当厳しいと思います。私も無理です。正義の鉄槌が下ってスカッとするね。もう2発来るはずだよ。てかもう来てました。着弾直前で上昇するのは、意外と迎撃対策になってる感じがします。音がでかいのもいいね。液体燃料ロケットって、なぜか2キロメートルも先から聞こえます。固体燃料ロケットの方は、60メートルくらいです。威嚇できていいじゃん。ミサイルが近づいてくるのは分かっても、何もできません。これでさすがに、あの村も攻撃したらどうなるか分かったと思います。私も本当は話し合いで解決したいんですよ。でもまず、兵器をすべて放棄してください。交渉はそれからです。ちなみにこの6門は空爆しておきました。また密造されそう。ほんとどこで作ってるんですかね？謎です。あと、あの村の住人なら、このシステムを無効化したいって思うはずです。まあ、そりゃそうだろうね。でもさっき言ったように、ランチャーやサーバーはいろいろ対策がされてます。諦めた方がいいです。操作盤にアクセスするには、こんな風にパスワードが必要です。こじ開けれるんじゃない？かなり難しいよ。ダメージセンサーがたくさん搭載されている上に、壊しても重さで閉まるようになってます。もちろん、すべてのランチャーを C4 で一気に破壊することもできないです。近づいた時点で、パスワードを入力できなければ報復開始です。もう離れてるじゃん。一回近づいたら、パスワードを入力しないといけない仕様です。離れればいいってもんじゃないです。うっかり近づくやついそう。だからデカデカとキープアウェイって書いてあるんです。近づいたやつが悪いです。そうか？そうだよ。まあということで、今回は報復システム、猫の手を作ってみました。もうさすがに攻撃は来ないはずです。移動中の襲撃はありそうだけどね。クライアントを車両に乗せれば、攻撃されたら報復ってこともできます。またミサイルを食らいたくないなら、襲撃もやめた方がいいですよ。早速抑止力として使ってるね。一回食らわせたから、効果抜群なはずです。じゃあ、これで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。高評価とか、チャンネル登録してくれたら嬉しいです。